はい、こんにちは。バドミントン40代シニア土井です。いつもの木曜日22時からの定期配信始まりました。はい、いかがお過ごしでしょういかがお過ごしでしょうか。今日も、早速やっていきたいと思います。木曜日夜、自分はいつものゲーム練習の場所でしっかりゲーム練習して、終わって帰ってきました。ですね、今日のゲーム練習がですね、結構激しいゲーム練習だったもんで、ちょっと今お疲れの中でもう1杯、2杯飲んでるので、ちょっとほろ酔い加減な感じの、夜の10時です。今日はですね、いつものゲーム練習、2面コード使っていってやってるんですけど、ちょっと今日綺麗にレベルが分かれそうだからっていうことで、津中さんお疲れ様です。いや、いつもありがとうございます。津中さん、ありがとうございます。お疲れ様です。いつものゲーム練習の場所でやってて、今日はちょうど人数が半々で割れそうだからってことで、レベルをちょっと分けてみようかみたいな感じで、レベル分けをして今試合をしていった感じなんですよ。で、レベル分けで試合していっていったら、自分がちょうど中の上ギリギリ引っかかったぐらいのところになっちゃって、うまい方のレベルの人たちの中に入れさせてもらえたんですけど、ギリギリそのレベルの方に入っていったもんだから、すごい、刺激もありつつ、精神的な負担もありつつ、一生懸命、もうとにかくもう頑張って、やり抜いていった今日のゲーム練習です。10代なんですけど、30代、30代、30代の2人がもう強豪高校出身のめちゃくちゃ全然にで30代前半のもう息がいいプレーをする1人と、で4人目が自分の1つ下の後輩で、シングルスは自分と大体はどっこいどっこいなんですけど、ダブルスはもう全然、残り自分が5人目で入って、その5人の中で1面使ってずっとゲーム練習していたってことですごいきつかった感じになります。ただ、後々ここでもちょっと触れていくんですけど、なんていうのかな、最近の練習の仕方がちょっと変わってきたところもあって、ゲーム感がだいぶついてきて、すごいいい感じでやれてた感じになります。すごい良かったです、本当に。なので、この辺を捉えつつ、で、今日ここですね、ちょっとまたこの間の2週間前ぐらいの流れになるんですけど、ちょっと自分の持論を語っていって、少し熱い語りをしていきたいなというふうに思ってます。ので、ぜひぜひ、中盤から最後にかけても見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、もう今日、いっちゃいましょう。今日のお酒なんですけど、先週お伝えしたビアボールってやつですね、割って飲むビールのやつ。これに、ジンロ。これ光ってて見えにくいな。ジンロ。これを炭酸で割って飲みたから、これでビール、そしてこれを使って、爆弾酒じゃないで、何ですかね。韓国式に言うと、ビールのメッチュと、ジンロ、焼酎のソジュを合わせてソメっていうんですけど、ソメっていう飲み物を作っていって、そこからちょっと語っていきたいと思います。ということで、作りましょう。作り方はそんな難しくない。350に入る分だけ入れて、からの、これ入れるとですね、ビールは結構、もうどんどんお酒が進んで楽しい、美味しい、楽しい夜を迎えることができます。ということで、はい。ということで、じゃあ、今日も飲みながら語っていきたいと思います。皆さん、週の半ば、お疲れ様でした。また週末に向けて頑張っていきましょう。乾杯。うまい。大体この組み合わせが、このビアボール自体がちょっと薄いって、悪いぐらい薄いか。いい方する
と、なんか水みたいです。なんか自分は好きですね。すっきり飲めるって感じで好きです。で、それにこれが加わることで、ちょっとこうな甘みっていうか、って感じになってきます。よかったら試してみてください。デコパチ、おい。ああ、デコパチさん、おい。はい、ということで、デコパチさん、そうなんですよ。今日飲みに行くお誘いありがとうございました、デコパチさん。なんですけど、一応今日これがあるんでってことですいません。こんな感じで飲みながら。ありがとうございます。あ、国枝さん、乾杯、お疲れ様です。国枝さん、ありがとうございます。これ見せたかったです。国枝さん、亡くなりました。また青と醤油漬け、よかったらください。お願いします。ありがとうございます。そうなんですよ。今日自分の、高校時代の強豪校の同級生、強豪校に行った同級生たちが、今、街中で飲みながら、もしかしたらこれの動画も、ライブ配信も見てくれてるのかもしれません。もう40過ぎてからこうやって嬉しいですね。なんかまだまだこうつながっていける友達がいるっていう。若い頃、中学校、高校時代一緒にバドミントンで汗流した友達たちとまたこれつながっていくのはすごい嬉しいなって思ってます。はい、ってことでですね、それなんですよ。それもそうなんですけど、最近の活動ってことで、先週の日曜日の話なんですけど、下関のジュニアクラブに1日練習お邪魔しましたっていう話なんですよ。で、まあそこの下関のジュニア、同い年の同級生の方がですね、彼は強豪校で、自分はまあ普通の高校にいてっていうところで、まあそれでもなんかこう、友達を介して知り合った中で、それで今でも結構つながってる方。で、そこに全日本シニアのこう練習の流れ一環から、ぜひお邪魔しますってことで行ってきたっていう話です。ジュニアクラブ一日練習で、なんで行ったのかっていうと、まあ何が起こるかわからない、全日本、何が起こるかわからないかなっていうのが、まあ一つですね。大会と同じ感覚を味わうために、何が起こるかわからないようなところに行くと。で、大会自体も出場したら、自分の筋書き通りにはいかないっていうのが、まあ、あるじゃないですか。なかなかこう、目を開けていや、いや、これね、本当ライブ配信とかしてて思うんですよね。動画撮ってて思うんですけど、光が入るのもあって、目が開かないんですよね、逆に。だから結構ね、いつも以上に目が開いてないんですよ。デコパチさん、すいません。本当はね、こう、わーってこう目見られてやりたいんですけど、なかなかね、こう、光があってとかやってなかなか見れない感じになってます。そうなんですよ。で、そのデコパチさんと今多分一緒に飲んでるであろう方のところに練習に行ってきたって話です。行って、で、何が、まあ、ジュニアクラブだから、そのジュニアクラブはいつもお邪魔してるジュニアクラブとかじゃなくて、ガチで始めていくジュニアクラブで、まあ、どんなレベルの子がいるのとか、どんな練習するのかっていうのを全くこう分かんない状態の中で参加するっていうところに、まあ、意義があったんですよ。また持っていく。ああ、ぜひぜひ持って行ってください。持ってきてください。ぜひお願いします。てか、自分が行かないといけないんですよね、無印の方に。でも本当これすごい使い勝手がたくさんあって美味しかったです。ありがとうございます。それで、まあ、話に戻すと、でそんな中でこうジュニアクラブに行って、とにかくこう大会と同じ感覚で何を言われても、どんなこう練習の指示が出ても、どんなこう状況になっても、必ずそれはこなしていこうっていうのをちょっと目標にやっていったっていう話なんですよ。そしたら、ジュニアクラブだから、ちょっと、蜜を入れていいかわかんない。飲みながら、よろしくお願いします。コッパチさんと修二さんが一緒に飲んでるもう一人の人のところに、まあ、ジュニアクラブに行ったっていう話なんですけど、そこで、まあ、朝の10時前集合の夕方17時まで練習って言われてて、だけど、もう言われたらとりあえず全部やっちゃおう。全然いつもとこう、絶対にこう違うことが、イレギュラーなことは絶対あるから、それも前向きに捉えながら頑張って取り組んでいこうっていうのを思って、そこに参加してもしてなかったことに練習員数というんですかね、会員数が少ないジュニアクラブだったもんで、行ったら5、6人ぐらいでずっと練習するで、もうガチのこう、なんていうんですかね、
うやむやにできる練習じゃなくて、本当にこうしっかり一個一個みんなで取り込もうぜ的なこう感じになってくるジュニアのクラブやったんですよ。っていうのもあって、結構その全体的に見たらボリューム、質も高かった練習だったんですね。で、質が高くて、その練習枠の午前中はほとんど球打たないで走る、ランニングする、来てランニングして、行ってランニングして、そこからステップ練習して、なんだ、フットワークして、シャトル動きをして、チャイナステップ的なやつのをやって、で、最後にちょこっと基礎打ちをやって、午前中終わりっていうところで2時間ぐらいの練習がそこで終わっちゃったっていう感じだったですね。で、休憩挟んで1時半前ぐらいからスタートしていったら、またランニングから始まって、1時間半、1時間半ぐらいしたのかな。1時間ぐらいして、でそこから2対1をして、そこで3時過ぎぐらい時間になって、で、最後の最後でようやっとゲームをする。ゲームをシングルスをずっとやってるから、シングルスを4ゲームぐらいしたのかな。で、しかもそこのジュニアってなかなか強い子たちが来てるから、まあ、いい練習になるわけですよ。本当、いい練習どころか、本当。でもね、本当こう、おかげさまでやってよかったのが、やっぱきつい中で試合すると、なんですか、変に力が抜けて、変に力が抜けるのと、こう力技で無理やりこうとか無理やりどうかしようとかいうよりも、なんか考えてやるプレーとか、相手をしっかり見てからとか、そういうところにこうなんか流れていって、結構コンディションがいいプレーができるっていうところなんですよね。これが本当面白い。もうね、ちょっと違ったですね。やっぱ言ってみたら、決勝まで勝ち上がった中でこうプレーしてる感覚になるみたいなんですよね。もう朝からずっとやってると。で、そんな中で、もうこの子強いよっていう中学生とやって2対0で勝てたっていうところが、今回この下関のジュニアクラブに行ってよかったなっていうところでした。で、なんか、今月からその全日本深夜に向けて少しずつこう休日、日曜日に練習を入れていきだして、でその練習ではいつも以上にこう長めに試合が取れたりとか、そのジュニアクラブに行った長めに練習取れたりとかってしていて、だいぶこう実践感が作れてきだしてる、今、すごいゲーム、大会、試合感がすごい作れてきてる感じがして、とてもこう、コンディション、なんていうのかな、体のコンディションっていうよりも、ゲームに対してのコンディションがすごい上がってきてるかなって思います。なんかこう、やってておすすめなのは、もしこう、ジュニアクラブとかに行く、そのつてがあってジュニアクラブに行ける流れがもしあるならば、行ってみると、その基本的な練習をこう反復してするっていう、なんかジュニアならではの練習が体感できたりして、そういうこう基本的なところの見直しもできるし、長時間練習することで、その一日試合に費やす分だけの練習もできるかなっていうところもあったりするので、おすすめだなって思いました。自分も前は結構そういうジュニアクラブにお邪魔してたりはしてたんですけど、最近ね、なかなかそういう機会なくて、久しぶりにこうやって一日ジュニアのチームに入って練習していて、で、子供たちとね、一緒の練習をずっとやっていて、なんかすごい勉強になったなって思うんで、これ本当おすすめですね。最近の活動の中で本当おすすめだったですね。行ってみてよかったなと思います。なんで、また、これ見てるのかな、またよかったら下関のジュニアにも行きたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。こんな感じです。最近の活動は。なんかだから今試合感がすごい、いい感じになって、だから今日のゲーム練習、ダブルスばっかりだったけど、いつもよりも、そのレベルが高い人たちのダブルスも、なんとなくこう、できたかなっていう感じになってます。深夜の流れから、ちょっとなんか話が止まり、ちょっと落ち着いてるな、今日。全日本深夜に、今回福岡県で開催だから、結構周りの人たちの知り合い、メンバー、仲間、いろんな人たちがこう、
自分の知ってる人たちが全日本シニアに初参加する人たちとかもいたりする中で、この大会で成績を残すっていうところにフォーカスしていって、なんか自分なりの持論を伝えることができたらいいのかなと思って、これを今回ですね、ちょっと伝えていきたいかなと思ってます。で、大会で成績を残すためにっていうことで、結論からぶっちゃけ言うと、出続けることがまず大切だなってところなんですよ。出続けるって言ったら、もうそりゃそうやなって、これも大変なことで、そこをね、結構みんな見落としてるし、自分も見落としていたからこそ分かったことだし、ここを大切にしていくことが大会で成績を残す、ひいては自分の目標を達成するとかっていうふうにつながっていくのかなって思います。なんか、結構大会でみんな勝ちたいと思うし、大会で、こういうふうな結果出したいとか、優勝したい、準優勝したい、例えばクラス別の大会であったら、クラス昇級したいとかっていう目標がある割に、そこに合わせた行動をしている人はいるのかっていうところにちょっと疑問があるんですね。そこがまずですね、メンタルってところなんですよ。メンタル。大会でこうなりたいですって目標がある割に、その大会に出ないっていう人結構いるっすよね、やっぱね、見てて。じゃあもっと、これ本当初級者関係の方になんかありがちですけど、上手くなったら出ようと思いますとか、そうそう、初級者だけじゃないですよね。ちょっと上の大会を目指してる人とかですよね。だから、この大会目指して頑張ってますとか、この大会でこうなりたいですっていうことを、目標を明確に伝えるのはすごいいい割に、で、試合に出てないと。じゃあ、いつ出るのって聞いたら、いや、上手くなってから出ますみたいな話をする人結構いるんですよ。でも、その上手くなるっていつなんていう話なんで、こっちからですけど、教える立場の時もあるから、それいつなんて、絶対ちょっと突っ込むんですけど、いや、いつかはとかって言ったりするんですよね。その明確なところがまずない中で、いつ上手くなってから出ますじゃなくてですね、ここはまず、試合に出ながら上手くなるっていうマインドに変えていった方が絶対にいいと思いますよね。やっぱり。試合に出ないと分かんないし、そして。試合に出るから始めて分かることってたくさんあるし、出なかったら、結局、外からそのなんか景色を眺めてるだけで、本質は分かんないんですよ。実際に出なければ何も分かんない。だからまず出ることが大切だなと思いますよ。でここでその2つ目なんですよね。で仮にそれでいついつに出ますとかいう人も、彼にいるんですよ。1年後に出ますとか、2年後に出ますとか。で出ますっていう人はそれがいいんだけど、案外これも多いのが、大会で成績を残すために大会目標があります。で、出たら出た時に、そのまま優勝したいとか、なんか一発出て優勝したいとかっていう人がいたりするんですよ。ダークホース的な感じで考えて、ちょっとかっこいいですよね、ダークホースって。初めて出て、初めて出場して、初めてそこで優勝するとか、決勝に行くとか。かっこいいんだけど、ぶっちゃけそれもほぼほぼない。ない。そんなかっこいい勝ち方なんかほとんどそんなのは、本当になくはないにしても少ない。ない。たまにね、稀にね、そういう勝ち方する人いますよね。いるけど、そういう人たちっていうのは、ありがちなのって。酒飲んでますもん、だって。で、伝えたいとかそういうところで、なんか、どう話したっけなんだっけそう、ダークホースの話ですよね。全日本シニアで例えるなら、全日本シニアにポットで一発で出て優勝する人とか優勝する人っていうのは、全日本シニアに初めて出たにせよ、それ以前に、例えば全日本総合に出て成績出してましたとか、全日本社会人でこうでしたとか、ああでしたとかって、そもそも全国で活躍してた人が、一発目ポッと出て入賞するとかっていうパターンがあると思うんですよ。でも、自分を含めて、
なんです、そんなこう名のある選手でもない人が、ポッとこう出て、うまく勝ち上がれるかって言ったら、そんなもんじゃないですよね。やっぱりこう出続けていくから、勝つことも知るし、で、そして組み合わせもやっぱり良くなっていくしで、その上手くなって、そこでポッと出るにせよ、一発目から組み合わせがいいところに入って、そこでそのままトントン拍子で優勝できるとか入賞できるっていうのは、なかなか薄いかなと思います。それは全日本シニアじゃなくても、一般の試合とかだったら特にそうじゃないですかね。何回かは見たんですよね。小学生とかでもめちゃくちゃこうダークホース的にこう育てていって、めちゃくちゃ強いんだけど、じゃあ初めて出ましたってなったら、初めて出た試合の試合ってやっぱり組み合わせ悪いところに入れられるんですよね。第一シードの下とか。でそんな時に1回勝って第一シードに破られて負けるとかっていうパターンもあるんですよ、やっぱり。だからなんかダークホース的な勝ち方っていうのを、酔ってるの真面目かって、真面目ですよ。真面目に酔っ払いながらこう語ってますよ、これ。だからね、ダークホース的な勝ち方っていうのは難しいので、できればやっぱりこう出続けて、傷つきながら自分が傷つくって言ったらあれですね、ちょっとなんかぐさってくる感じですけど、負けて悔しい思いをしていきながらとか、学びながら少しずつ勝っていくっていうのが、大会で成績残すためには必要なメンタルと思います、やっぱり。そう。だからね、今回の全日本シニアが福岡で開催だから、福岡県の人今いっぱい出てて、で、これをきっかけに、じゃあ、来年も再来年もずっと継続っていう人がやっぱ出てきたらいいなっていうのは自分の中でも思ってるんですね、すごい。その方が楽しいと思うもんだって、大会も。大会もというかその人もやっぱね、人生楽しくなると思う、目指すものが一個あると。でも、その中にあったのが、いや近場だったら出るかなとか、遠かったら出ないかなとかっていう。人いたんですよ。それはそれでこう観光目的とかで踏まえるならいいけど、全日本シニア全国大会に出るのに、やっぱそれなりにこう全国大会だから準備して、心の準備も体の準備もコンディションも全部こう進めていくじゃないですか。行くのに、近いから出る、遠いから出ないだったら、やっぱこう、出たり出なかったりってなると、なかなかそれも難しいと思うんですよね。やっぱ、今やっぱり、特にこう、上の年代の人たちとか見たら、勝ってる人ってやっぱずっと出続けるってる人ですもんね。で、逆にこう、なんか種目によって、そういえば前回この人棄権してたなとかいう人が、今回出てたら、棄権する前とかずっと優勝してる人とかですよ。でも、棄権したなで、また今年出てるやんって見たら、組み合わせやっぱ悪いところに入ったりするんですよね。あんまりいいところに入ってないんですね。だからこう、出続けるっていうこうマインドを年間の計画の中で必ず持って、で、全日本シニアに限らずですけど、例えばこう、北九州市ので言えば、なんかクラス別大会とかっていう、みんなもいるやつがあるんですよ。A、B、C、D 級みたいなのがあったりして、その C 級に上がりたいとか B 級に上がりたいとか言うんだったら、とにかくその大会にまずこう出続けることが絶対に必要な条件であって、出たり出なかったりだったらなかなかそこの登場人物にもならないし、勝ち上がるとか成績出す可能性は明らかに出続けてる人よりはやっぱ下がるかなっていうのは思っておいてもらいたいので、その出続けるまずメンタルを持つことっていうのが大切かなっていうふうに思ってます。で、その出続ける、大会の成績を残すために出続けるっていうのはもう絶対なんですけど、そこに大切なのがそのメンタルですね、その考え方、そういうのじゃなくて、ダークホースじゃなくてとか、いつ上手くなったら出ますとか言うんじゃなくてっていう、そのメンタル的なところをまず変えていくっていうフェーズと、なんですよ。環境っていうのが出続けれる環境を自分で作るっていうのが大切ですよ。特にこう社会人の人たち、シニアの人たちは、環境が大切と思います。自分は
今こうやって44歳になって、バドミントンずっと打ち込めれる環境で、毎年毎年全日本シニアにも出れるし、で活動してるから、環境を整ってる方なんですけど、これでも、20歳ですけど、これでも、20歳、20代の頃から30代半ばぐらいまでは、そんな環境がやっぱなかったんですよ。20代の頃から30代半ばぐらいまでは、そんな環境がやっぱなかったんですよ。環境がないっていうのが、その仕事的に休めれない仕事ないっていうのが、その仕事的に休めれない仕事を選んでいたりとか、バドミントンの練習すらを選んでいたりとか、バドミントンの練習すらそもそも時間が取れない練習、仕事の環境だったりとかしてたから、全然まず大会を目指すっていう土台ができてなくて、試合出れなかったんですよね。っていう土台ができてなくて、試合出れなかったんですよね。でそんなんだし、結論から言うと、仕事と家庭と、お金とか時間とか、その辺トータルの環境、時間とか、その辺トータルの環境を自分で作る必要があるっていうところが大切なんですよ。出続けることには、ためにはね。で、それを、みんな大変と思うんだけど、それって逆に言うと言い訳にもなるから、一つでもそれがちょっと難しいかなって思ったら、もうそれで出ないっていうフェーズに変わるんですよ。じゃなくて、やっぱ出て結果残してる人か、試合ずっと上の大会出てる人とかっていうのは、そういうところを言い訳にしなくって、そうでも前向きな方向に作っていって出てるっていうところを思います。やっぱ上手な人っていうか、強い人っていうか、県とか上の試合、全日本の試合出てる人とかっていうのは、にせよ出てる。仕事でね、土曜日休めれないんですよ。仕事でね、土曜日休めれないんですよっていう人ももちろんいると思うけど、でも全日本シニア自体も、その毎回毎回こう土日っていう人ももちろんいると思うけど、でも全日本シニア自体も、その毎回毎回こう土日が試合かって言ったらそうでもなくて、多分土日が試合かって言ったらそうでもなくて、多分こう、若干曜日がずれてたりしてるから、そこでやってたったら出れるから、なって思ったりするんですよね。で、結論がどう結論がどう伝えたらいいのかな。全日本、学生時代の頃と比べて、この大人になってね、年も重ねていく上で、面白いなって思うのは、そういうこうね、生活環境で大会に勝つ負ける、大会の目標を達成できる、できないが左右されるところが、自分はこう今、シニアのプレイヤーとしてやってて、すごい面白いところなんですよね。学生時代とかだったら、ジュニアとか学生とか実業団でもそうなんですかね。だったら、ぶっちゃけ、どこのジュニアに入ってやってるかとか、どこの中学校のジュニアクラブ、中学校の部活とか、高校の部活、大学の部活でやってるかとかで、結構左右される実力差ってやっぱあるじゃないですか。で、自分はもう一般の県立の高校にいたし、もう顧問の先生もバドミントン専門でない中学校の部活にもいたしで、やっぱどうしても強豪校と普通の高校と、行ったところでも全然環境が違うから、そこだけでも勝つ負けるっていうのが、生まれてきやすいところだと思うんですよね。だけど、大人になって、特に年齢が上がるにつれて、そういう環境って自分で作っていくっていうところになってくるじゃないですか。よっぽど全日本シニア出てる人たちの中には、
SJ リーグのコーチをしてる人とか、そのチームに所属してる人たちだって多分いると思うけど、中にでもそれすごい少数で、ほとんどの人たちがなんか一般の仕事をしていて、で、家庭も持って、でその合間を縫ってバドミントンをしてますとかっていう人たちばっかりと思うんですよ。で、そうなってくると、そこの環境を自分がバドミントンできる環境をいかに作れるかっていうところも、レベルアップの要素の一つになると思うんですよね。だからそういう中で勝負できるから、この大人になってからのバドミントンの方が面白いなって思うのはすごいです。だから自分みたいなのが、もう本当なんか全然本当にもう名もなき高校と名もなき中学校でやってた俺が、全国でそういう名もあったところの人たちとやって、やっぱ勝っていきたいですよね。思うところなんですよ。で、これ成績残すためにっていうのはちょっとずれるけど、自分はバドミントンやってて、もちろんオリンピック選手とかすごいねとか、SJ リーグの選手すごいねとは思うけれども、そういうのじゃなくって、自分は多分ね、本当になんかすごいなって思うのは、ずっと年を取っても、一生懸命全国の第一線で頑張ってる人たちこそ、自分は一番すごいなっていう価値観の人なんですよ。だって、ね、オリンピック選手とか、SJ リーグで活躍してる人たちっていうのは、自分の努力もあると思う。その努力ももちろんあるけど、ある程度そういう周りからの環境の左右っていうのが大きいと思うんですよ。だけど、俺ら年代から上の人たちって、自分でそのバドミントン、体のメンテナンスをやったりとか、体鍛えたりとか、練習を頑張ったりとか、自分でなんとか環境を作っていって、やってて、で、長い間そうやって現役で頑張ってる。そういうところがね、なんかすごい自分は魅力だし、それをもっと、なんか、世間的にもそういうところの魅力もやっぱね、知ってほしいと思いますね。なんかそれはもちろんそれはトップ選手のすごいプレーとかって、それは見たらわーって思うけど、すごいけど、もちろんすごいんですよ。すごいのを言った上で、でも、70も80もあって、とか60、50でも、それでもなんか若手に、ね、勝らない、若手の引けを取らないプレーをしていったりとか、すごいその年代を感じさせないプレーをしていったりする人たちって、すごいと思うんですよ。そんなところになんかもっとね、フォーカスするようなスポーツ、バドミントンに限らずですけど、なんかそういうスポーツ界っていうか、ね、なってもいいんじゃないのって思ったりするぐらいですね。特に、なんか日本でそういうの少ないんじゃないのかな。なんかいかにも海外経験してますみたいなコメント進んだって感じですけどね、なんか海外のね、バドミントンの本とか見たら、結構そういう人たちも取り上げられてる気がするのに、なんかね、で、そういうの自分の持論もありつつも、出続けることに、そういう環境が大切になるので、その環境を整えるのは、ことをした方がいいですよって思います。自分はその20代から30代半ばまでは、全くそんな全日本シリーズに出れるようなキャラでもなかったし、そのキャラとかレベル的ってやレベル的かもしれないけど、そもそもその環境がですね、なかったからこそ言えることで、やっぱ環境が整えば、心にも余裕が出てくるから、もう毎年絶対これは出るっていうのがもうルーティンとして確立されるんですよ。そしたらもうそこに出ないっていう選択肢もなくなるから、出るためのどうするかっていうフェーズになってきて、毎年毎年それをやっていくっていう風になってますね。自分が大会に成績残せてるって言われたかって言われたら、全日本シニアでは、今4回出ていって、初めて出た時は2回戦まで、2回目の時は初戦敗退、で3回目出た時が3回戦進出、で、去年出た時が2回戦までか。一旦初戦で消えるっていうところのはない、2回戦まで行く勝率は7割ぐらいってことで、ただ、目標的には少しずつ上げていきたいからっていうことで、ベスト16今回は。大会成績残すために、
今年で言うと、県社会人は勝てなかったけど、それでも海外の大会とか、車椅子の大会でとかは、それなりに大会数を残せているから、多分外れではないと思いますね、この話は。きっと話外れではないと思う。ので、なんかこういう面からでも、大会を、自分のレベルアップだとか、目標を達成するっていうところの目線を向けてもらえたらいいかなと思います。一般的に大会で成績残すためにとかだったら、やっぱり練習を頑張るとか、なんかそういうハードな面に行くと思うし、なんならなんかメンタルトレーニング的にメンタル面からとかっていうのも行くと思うんですけど、そもそも生活の環境を整えることとか、自分の目標に対する考え方を変えるところっていうところが、そもそも大切かなって思うので、自分は経験から伝えれることと思うんで、ぜひここは聞いてもらって、参考にしてもらって、つなげていっていただけたらいいかなと思います。はい。っていう感じです。大会で成績のこと。ちょっとなんか環境面のことが酒があまり酒がちょっと酔っ払ってるのがあまりなんか伝えられてる感がちょっと少ないかなっていうふうに思うので、またここは改めてお伝えできたらいいかなと思います。はい。ってことで、今週の動画ですね、最後。今週の動画です。先週のライブ配信でも少し触れたんですけど、先週の土曜日に韓国から元韓国代表女子選手が練習に来てもらいました。練習来てくださいました。で、その方も、YouTube チャンネル持っているので、その方とのコラボ動画になってきます。コラボ動画、本当はいろいろ構想を練ってたりとかしてたんですよ。してて、私はそのコーチから訓練を受けるっていう動画にしようとかっていう話をしてたんですけど、なんだかんだやっていきだしたら、時間が全くなくって、もう自分は来たら、周りの選手たちとのコミュニケーション取れるようにとか言って、言うたらお世話係みたいな感じでずっと下働きをしてて、全然その日練習ができなくって、で最後の10分ぐらいで、やっとそのコーチとちょこっとだけシングルスがもうできたけど、もう本当、全然気持ちがそこに行ってない感じのシングルだったんで、全く球もつながらないし、いい感じで撮れてない動画になっちゃったんですね。なので、今回、動画として編集してお届けするのは、そのコーチの見どころをまずお伝えして、見どころと、トトスのメンバーがダブルスゲームした動画をお見せして、そのコーチのすごかったところを実際見てもらう。で、最後に自分のシングルス一緒にした動画をちょこっとだけしか撮れてないから、そこちょこっと出して終わりっていう感じの動画になっていきます。なので、いつもとちょっとゲーム、動画の内容は違って、メインは自分のトトスの選手の人たちがやってる動画をわーって出すって感じになってくるので、若干自分はそんなにないですけど、きっと面白い動画になると思います。だし、その韓国代表の女子選手のプレーがすごすぎるので、これは絶対一回見てほしいですね。今まで自分も韓国にいろんな韓国の強い選手見てきました。もちろんオリンピック級の選手も見てきました。中で、女子選手でここまでスマッシュが速い選手、ここまで体幹が強い、インパクトが強い、スマッシュが速い、こんなにね、男子寄りの選手は初めてっていうぐらい見たので、この驚き、でそして周りの、そういうの、驚きの声とかっていうのも、ぜひぜひ聞いてもらえたら、すごいね、面白いと思います。参考になるかっていうと、一般的な女子選手は全く参考にならないんじゃないのかな。どうなんだろう。一般的な女子選手は真似できないようなプレーばっかりだったのかな。力技以外のところは真似できるか。だったので、まずよかったら、もうこれをぜひ見ていただけたらっていうふうに思います。はい。ということで、いつもの通り大体40分ぐらいですね、ライブ配信ずっとしていて、今日は若干いつもより少なめかな。でもコメントは、いつもの
感じで、いただけて、とても嬉しく思ってます。ありがとうございます。で、お伝えし忘れてたんですけど、そうなんですよ。600人、チャンネル登録者数が達成しました。ということです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当ありがとうございます。先週から今週にかけてのチャンネル登録者数が、15人、15人だったんです。登録者数15人の方、新たに登録していただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いつも言ってるように、このチャンネルを通して、お互いのモチベーションになるようにっていうことを思ってます。自分は一生懸命頑張ってトレーニング、練習する姿をお届けしていきます。で、それ見てなんかこう、モチベーションになっていただいて、コメントいいね、なんかそういうのでこう返してもらえると、自分もより頑張っていけて、相乗効果になっていくかなって思ってます。で、先週から今週にかけては本当15人の方、ありがとうございます。で、602人になったんですけど、今日の1日で2人減っちゃって、今600人っていう、600人 ?600 人かな600人ちょうどです。こんな感じです。そうなんです。これが終わって減ってるとかいうことがないようにしていただけるととても嬉しいので、っていうよりもさらに増えていただけると嬉しいので、ぜひぜひチャンネル登録の方もこれからよろしくお願いします。そして新しくチャンネル登録していただいた方も、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、今週の動画、またいつもの通り夜の9時、21時半からのコラボ動画です。初のコラボ動画をお送りします。で、コラボ動画の中には、韓国のコーチの、YouTube のリンク先とかも貼るので、ぜひそちらの方もですね、見ていただいて、楽しめるような内容にしていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、一応今日はこんな感じ。なんかちょっとこの辺がなんかね、もうちょっと伝わりきれてない感じがするので、またタイミング見てからお届けしていきたいと思います。はい。ということで、今日の動画は以上になります。また週末にかけて皆さん大変だと思います。大変じゃないか、週末にかけてバドミントンの大会もある方もいると思います。自分も今週末日曜日は九州実業団に出ていきます。そうなんです。若手に混じって出ていきます。その大会には、九州でも強いトヨタ自動車九州が出てたりとか、ここ何年かで強豪チーム、強豪チームになったとか言ったら失礼ですけど、強豪、なんか、設立されて、そんなにまだ年数が経ってないけど、強豪チームの琉球ブルファイツも出てきてます。九州県内のですね、実業団チームが出てきている大会の中に自分もちょっと北九州の一員として出てきます。その中で、まあ自分がどんな感じで、試合できるのか、またそれは次回のライブ配信でお伝えしていきたいと思いますので、ぜひぜひまた次回のライブ配信も見てください。よろしくお願いします。ということで、週末の皆さんの健闘をお祈りし、今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。乾杯。よし。ありがとうございました。ではまた来週。